厳重融合開始。集団と日本鹿。一つの命に。新たな厳重、清流誕生。以降に各種の詳細な生物学的説明を加える。集団、オリエンタルホイップスネーク、アハテュラプラシナ分類、脊索動物門、超ダタ爬虫綱レプティラー、有林目スクアマタヘビア目、サーペンテスナミヘビ科、コールブリデイナメラ属、アハテュラヘエッテュテュラプラシナ。集団は東南アジアから南アジアにかけての熱帯雨林や二次林に広く生息する細身の樹状性ヘビで、ナミヘビ科ナメラ属の中でも特に優美な姿と擬態能力に秀でた代表的な種です。全身が明るく鮮やかな緑色をしており、体長は通常1から 1.5 メートル、最大で2メートル近くに達することもありますが、極端に細長い体型のため、体重は非常に軽く、枝葉に巻きついた姿は、まるでツタ植物や細い枝そのもののように見えることから、アジアンバインスネークアジアのツタヘビとも呼ばれます。大きな目と横に細長く裂けた瞳孔を持ち、中高性で視覚に優れ、視野も広く、獲物の動きを正確に捉えることができます。主に小型のトカゲ類やカエル、時に大型の昆虫などを捕食し、獲物を捕らえる際には、前方に位置する甲が後方の上顎歯から弱い毒を注入して動きを止めます。この毒は甲が毒オピストグリファウスベノムと呼ばれ、人間に対しては基本的に無害で、噛まれてもわずかな腫れや赤み程度で済むことが多いとされています。性格は基本的に臆病でおとなしく、人の気配を察知すると素早く逃げる傾向にありますが、追い詰められたり警戒心を強く抱いた際には、首を横に扁平に広げて三角形の姿勢をとり、体側の皮膚を薄く引き伸ばすことで、内側の白や青緑色の模様を露出させ、威嚇行動を見せます。この姿は神秘的で美しくもあり、不気味な印象を与えることから、現地の民間信仰では、霊者、あるいは森の守護者として語られることもあります。また、緑の糸ヘビ、ツルヘビなどの地方名でも親しまれており、自然と調和した存在として、文化的にも象徴的な意味を持っています。熱帯林の生態系の中で、昆虫や小型動物の捕食者として重要な役割を担いながら、その優れたカモフラージュと美しい外見によって多くの自然愛好家や爬虫類ファンから注目される存在です。環境変化や森林破壊の影響を受けやすい種でもあるため、その生息地の保護とともに文化的価値と生態学的価値の両面から保全の必要性が語られています。日本鹿、ジャパニーズシカティア、サーブス日本分類、脊索動物門、超ダタ哺乳綱ママリア偶蹄目アーティオダクチラシカ科、サービデイ鹿属、日本鹿亜種、サーブス日本。日本鹿は日本列島に広く分布する鹿科の在来哺乳類であり、本州、四国、九州、北海道、南西諸島に至るまで地域ごとに異なる形態や生態を持つ複数の亜種群を形成しています。代表的なものとしては、本州から九州にかけての本州鹿、北海道のエゾ鹿、九州南部の九州鹿、屋久島固有の屋久鹿、また伊豆諸島や対馬、奄美群島などの島嶼に生息する亜種も知られています。これらは全て日本鹿という種の地域変異、地理的亜種とされており、環境や隔離状況に応じて体格、毛色、繁殖様式などに多様な進化を遂げてきました。成獣のオスの体長はおおよそ160から180センチメートル、体重は60から90キログラムに達し、メスはそれよりやや小さく、体長140から160センチメートル前後、体重40から50キログラム程度が一般的です。特徴的なのは季節によって皮毛が変化する点であり、夏には赤褐色の地に白い斑点が点在する
マダラゲをまとい、森林の中での優れた保護色となります。秋から冬にかけては、灰褐色や濃褐色の冬毛に生え変わり、寒さへの耐性と風景への擬態を両立します。オスは毎年春頃に角を自然に落とし、初夏から夏にかけて新たな枝角が再生します。角の大きさや分岐の数は年齢とともに変化し、個体ごとに異なる立派な形状を形成します。秋の繁殖期発情期には、オスが高く甲高い鳴き声を発して縄張りを主張し、他のオスと激しく角をぶつけ合う闘争行動が見られるようになります。この時期には繁殖のための行動圏が拡大し、人里に近づくこともあります。食性は草食性ですが、非常に幅広い植物を選択的に摂取する選択的ブラウザーセレクティブブラウザです。草本類、木の葉、若枝、樹皮、果実、農作物などを季節に応じて食べ分け、個体群が過密になると、森林の可草食性を一掃するほどの強い影響力を持ちます。特に近年では、温暖化や天敵の減少、狩猟圧の低下などにより、生息域が拡大し、個体数も急増傾向にあり、全国的に農林業被害や生態系への深刻な影響が報告されています。特定の希少植物が採食によって絶滅の危機に瀕する事例もあり、ニホンジカによる生態系改変は喫緊の環境課題とされています。一方で、ニホンジカは古くから日本文化と深い関係を築いてきた動物でもあります。特に奈良公園の鹿は春日大社の神使として神聖視され、人と自然の共生を象徴する存在として保護されてきました。神話や古代文学、仏教美術、絵巻物などにも頻繁に登場し、鹿は日本人にとって霊性と豊穣の象徴として尊ばれてきました。鹿の鳴き声は和歌や詩の題材にもなり、季節感を表す風物詩として読まれてきた歴史があります。このようにニホンジカは生態系の一構成員としてだけでなく、日本人の精神文化、信仰、芸術にまで深く浸透してきた動物であり、単なる野生動物では語りきれない多面的な価値を持っています。今後は適正な個体数管理、森林との共存、文化的価値の再認識を通じて、持続可能な自然との関係性を築くことが重要とされています。清流、サイリー、ドレーコーオリエンタリスケルリウス分類、幻想界動物界、ファンタスティカ、リュウツナ、ドラコーニアシンジューメ、ダイフォームズ4象竜化、テトラドラコニデー東方竜族、清流種、ドレーコーオリエンタリスケルリウス。清流は東アジアの神話体系において、詩人の一柱として知られ、東方と春を司る神聖な霊獣です。その姿は長大にしてしなやかな蛇行型の体躯を持つ空×竜として描かれ、古代中国から日本、朝鮮半島に至るまで数千年にわたり国家や大地の守護神として信仰されてきました。その体長は数十メートルから100メートル近くに及ぶとも伝えられ、胴体は蛇のように長くしなやかで、全身には青藍から緑やを水性に変化する光沢を持つ鱗が敷き詰められています。鱗は気流や霊力の流れに応じて微細に変化し、滑らかに空を泳ぐように飛翔するその姿には、風を切る音すらないとされ、見る者に静かな威風を与える存在です。頭部には優美な角が突き出し、顎からは髭状の触れ、猛褥もうが風にたなびきます。目は鋭く黄金色に輝き、その眼差しは単なる視覚ではなく、見る者の精神や信念を試す力を持つとも言われます。口を開けば鋭い牙が並び、その方向は音としてではなく、風のうねりや雷鳴のように大気や魂に直接響くと伝えられています。獅子は小さく退化しているものの、特に前足には鍵爪状の鋭い爪を備え、空中の雲や気をつかむかのように巧みに操るとされます。
翼を持たないにもかかわらず、彼らは霊的な浮遊力と風を読む能力を使い、まるで泳ぐかのように空中を縦横無尽に駆けるのが特徴です。この点はまさに画像に示された優雅な曲線と滑らかな体構造と完全に一致し、古典的な竜の概念と現代的な四角尾を融合させています。性質は孤高にして崇高。清流は決して人間と馴れ合わず、神域に住む存在とされます。怒りに触れた時は雷鳴と暴風を呼び、山をうがち、大河を荒れさせるほどの力を持つとされ、龍神として畏怖の対象でした。特に水の流れと密接な関係を持ち、水源、河川、湖の守護者として、霊山や水神社、古代の都の東方に祀られてきました。鳴き声は声として耳に届くのではなく、風のざわめきや山の木々の揺れに紛れた重低音の振動として魂に直接訴えかけるとも伝承されています。その響きは時に祝福を、時に警告をもたらし、自然の摂理に逆らう者に対しては厳しい裁きを与えるとされています。詩人清流、朱雀、白虎、玄武の中で清流は東の守護神として特に重要視され、国家の都の風水においては、都市や宮殿の東側に清流を象徴する山や河川を置くことが理想とされてきました。これは清流は繁栄と成長の象徴とされるためであり、春の芽吹き、命の再生、浄化、そして進化を担う存在として信仰されていたからです。また、陰陽道においては、清流は火の気を強く持つ存在とされ、地脈流脈を導く霊獣として崇敬されます。その霊的な背骨は大地の流れとつながり、天と地を結ぶ媒体として神域に鉄塊を張る存在でもありました。このように清流は単なる神話上の存在ではなく、自然、霊性、宇宙の秩序を象徴する東方の霊獣であり、画像に描かれた姿はその伝承と深く響き合っています。青く輝く鱗、鋭い黄金の瞳、角を携えた高貴な綿棒、そして空を舞う静筆な威厳。これらすべてが清流という存在の本質を視覚と物語の双方から余すことなく表現しているのです。次回、新たな幻獣現る。お楽しみに。チャンネル登録、高評価お願いします。Please subscribe to the channel and give it a like.